こんにちは。Xbox 専門 VTuber のたくみしーなです。今回は2024年1月後半から2月初旬に新たにゲームパスに追加されるタイトルと1月31日をもって外れるタイトルをご紹介します。ぜひ最後まで見てね。F123 1月18日からゲームパスアルティメットと EA プレイに対応します。昨年6月に発売された F1 シリーズ最新作が早くも登場です。本作ではコントローラーでの操作に実際の F1 チームからのフィードバックを取り入れていて、マシンハンドリングが前作よりも大幅に改善され、新たに車両物理演算を搭載し、よりリアルな体験を実現しています。さらに前作にはなかったブレーキングポイントを2年ぶりに搭載していて、架空のレーシングチームとしてレースを行って進めていく物語を楽しむこともできます。物語は F121 の続きとなっているとのことです。また日本語字幕だけでなく日本語音声にも対応しています。ターニップボーイラブズアバンク1月19日発売日初日からゲームパスに対応します。2D の可愛らしいドット絵で作られたローグライト要素を含むアクションアドベンチャーゲームカブボーズシリーズの第2弾となっていて、カブボーズが今回は銀行を襲撃。前作よりも多くの重罪を犯すこととなります。様々な危険な武器や銃を装備し、警備員や警察、エリートスワットチームとの激しい銃撃戦を繰り広げていくこととなる。カブボーズの過激な暴走はまだまだ止まらない。ストア表記では日本語には未対応と記載されています。前作のカブ坊主脱税を犯すでは発売初期には脱税だけではなく本編中の脱字も多かったですが、コミカルかつ狂気的なローカライズが魅力でもあったので、銀行襲撃編も後々日本語に対応すると嬉しいですね。パルワールド1月19日に発売日初日からゲームパスに対応します。広大な世界で不思議な生物パルと出会い、捕まえたり育てたり戦わせたり働かせたり売り飛ばしたり解体して食べたり、今作はそんなパルたちと出会い冒険を楽しむことができる全く新しいオンライン対応のオープンワールドサバイバルクラフトゲームです。パルは100種類以上登場し、背中に乗って飛行できるタイプや銃を扱えるタイプなど様々。中には亜種や伝説、ラッキーパルなど珍しい種も存在していて、今後のアップデートでさらに追加も予定されているとのことです。フィールドには草原や砂漠、雪山、火山などのエリアがあり、レアなパルやアイテムが眠るダンジョンも多く存在しています。本作では主人公自身も戦闘に参加することができ、弓矢や剣などからアサルトライフルやロケットランチャーまで様々な武器を使用が可能な他にも、ガトリングやミサイルランチャーなどの重火器を扱えるパルも存在しています。またパルワールドの世界にはいくつかの地区の拠点に敵対組織が存在し、組織のリーダーたちとのバトルも繰り広げられます。拠点作りでは捕まえたパルたちに生産や栽培、料理、発電などを任せることができ、パルはそれぞれの個性に応じた働きをします。しかしパルたちも人間と同じ生き物なので、餌や休息を与えることを忘れればモチベーションに大きく影響するとのことです。発売時点ではアーリーアクセス版となるため、スチーム版とのクロスプレイには未対応ですが、早い段階で対応を行う予定とアナウンスされています。また今作はオフラインで1人でプレイすることも、オンラインで友達と一緒にプレイすることも可能で、協力プレイでは自分のローカルワールドに友達を招待し、最大4人で一緒に冒険することができる他にも、専用サーバーを設立してさらに大人数で遊ぶこともできるとのことです。遊べるのが楽しみですね。ゴーメカボール1月25日発売日初日からゲームパスに対応します。転がり、跳ね、飛び、弾かれるといった動きを組み合わせ、ダイナミックなステージを縦横無尽に、まるでピンボールのように動き回って敵を撃つ、ローグライト要素を持つアクションシューティングゲーム。ユニークな敵や障害物でいっぱいの4種類の独創的なステージを攻略していく作りとなっていて、50種類以上の多種多様なアップグレードで自身を強化したり、20種類以上の強力なアビリティを駆使して
様々な敵や巨大なボスとの激しい戦闘を行うことができます。スピード感のある爽快なアクションが楽しめる作品となりそうで、非常に面白そうですね。とても期待しています。プロテト、1月30日発売日初日からゲームパスに対応します。Steam や Switch では昨年リリースされていたタイトルが新たに Xbox でも発売される形となりました。ポテトワールドの宇宙船がエイリアンの惑星に衝突してしまい、唯一の生存者となってしまったプロテトとしてエイリアンの大軍を生き残るアクションゲーム。火炎放射器やサブマシンガン、ロケットランチャーなどなど数百種類のアイテムと武器の中から6種類を利用することが可能で、敵の進行の合間に材料を集めてショップからアイテムを入手することも可能とのことです。いわゆるマンサバと同系統のタイプのゲームとなっていて、キャラの操作だけでシンプルに奥深く楽しめる作りとなっています。ペルソナ3リロード、2月2日発売日初日からゲームパスに対応します。2006年に PS2 でリリースされ、昨年1月には PSP 版のリマスターが発売されたペルソナ3がフルリメイクされて帰ってきます。ペルソナ5と同じレベルで3を遊べるように作るというコンセプトで、新たなシーンやイベント、新曲やアレンジ曲なども追加され、4K60fps の美しい映像で楽しむことができます。キャラクターや UI を含めたほとんどの箇所を新たに作り直していて、随所にはアニメ演出が施されています。ダンジョンであるタルタルスも探索しやすく、戦闘面でもオリジナル版にはなかった新要素となる強力な必殺技や、ペルソナ5にあったバトンタッチのシステムを踏襲したシフトと呼ばれるコマンドが追加されています。あらゆる面でパワーアップして帰ってきたペルソナ3、楽しみですね。アヌチャード、2月6日からゲームパスに対応します。滅亡した王国に輝きを取り戻すために冒険へと旅立つ 2D のドット絵で作られたアクション RPG。シンプルな操作でフィールドやダンジョンを探索し、モンスターを倒して素材を集め、料理を行うことでステータスを強化していくことができます。フィールドやダンジョンは固定マップとなっていて、王道であり正統派なアクションを楽しめます。日本語にも対応しています。ここからは1月31日をもってゲームパスから外れるタイトルをご紹介します。今回は1本のみです。ヒットマンワールド・オブ・アサシネーション。ヒットマンシリーズ1から3を収録した超特大ボリュームのステルスアクションゲーム。本作ではリブート3部作を全作プレイすることが可能で、様々なロケーションでどこからいつどう攻撃するか、誰を倒すかを自由に楽しむことができます。銃で倒すだけでなく、毒物を利用したり、手すりを細工したり、ターゲットを誘導し、シャンデリアを落としたりと、プレイヤーによって手段を豊富に選べるのが魅力となっています。ということで、今回は1月後半から2月初旬に新たにゲームパスに追加されるタイトルと、1月31日をもって外れるタイトルをご紹介しました。私のチャンネルでは今後も Xbox の最新情報やレビューを行っていきますので、よかったらチャンネル登録と高評価していただけるとすごく嬉しいです。Twitter の方も情報発信行っているのでフォローしてね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。